今回はブンブンバックについてお話ししていきたいところでございますけれども、いかがでしたか？ブンブンバック、いろいろとお話ししていきましょうよというところでございますけれども、個人的には結構いいなって思って見てるところがあります。まず今までの作品をいろいろ振り返ってみてもすごく常に進化を遂げてるなというふうに思いますから、まず、結構またね質問いただいているところもあって、個人的な感想の部分と皆さんのね感想もちょっと聞いていきたいななんていうふうに思っているところでございますので、そちらのご紹介と、で最後にですね、最後に、個人的にこれが最後に実は僕が欲しかったなって思ったやつをお話ししたいなというふうに思っているところでございます。まずトータルで、とても個人的にはいいなというふうに思いました。世界観とその渋谷といいますか、東京といいますか、カルチャーを発信していくっていう、しかもその平成レトロというね僕平成生まれなんですけども、自分で言いながらレトロなのって思いながらちょっと話してる部分もあるんですけども、僕もなんか分かる気がするというか、当時僕はああいう格好をしてなかったですが、ああいう方たちがいたことは分かるんですよね。テレビで見てたりとかもしたので、そういう意味では結構僕にとっても非常に懐かしい雰囲気を感じることができたかなというふうに思っているところでございます。でちょっとね MV も見ながらなんですけど、マナティがその過去にギューンと行って、で過去のその時代を生きるじゃないですか、平成レトロな、世界にいる BE:FIRST のみんなと仲良くなっていくっていう、そのストーリー軸がすごく面白いですよね。言葉で言ってしまうとすごく簡単なんですけれども、ただ発想とか見せ方一つ一つのアイデアとしては僕これすごく秀逸だなというふうに思いまして、なぜそのニュートロというか過去のスタイルを取り入れるのかっていうところに対してのストーリーの軸が1個あるんですよね。これがすごく良くて、平成レトロのスタイル自体は今流行ってるじゃないですか。 Y2K っていう風に言われてますし、でその Y2K を取り入れるだけではなく、やっぱりしかも Y2K っていう日本にあるそのカルチャーにアクセスするためのなんか一個軸があるっていうのと、あとはそのブンブンバックっていう言葉とのなんでしょうね、掛け合わせみたいなものがとても僕は気持ちがいいなと思いました。なんか流行ってるからやってみたよっていうんじゃなくて、ちゃんと今のトレンドを取り入れるためにどういう曲でそういったものを取り入れようか、じゃあどういう設定で取り入れようかっていうところが非常によく考えられている作品なのではないかなというふうに思った部分があります。なのでちょっと映像の粗さとかちょっと魚眼っぽく撮るところと、あとはツヤ感があって今時風に撮るところと、そのあたりの割と駆け引きが面白いなっていうふうに思って見ていた部分もあります。だからそうたくんとか青いこのブルゾン着てる時とこのピンクの帽子かぶってる時とで、だからみんながそれぞれその時代を行き来してる感じがあっていいですよね。でもしかしたらBE:FIRST のメンバーの方たちはまだ赤ちゃんか生まれたぐらいかもしれないですし、もしその時代に自分たちがいたならばっていう、その if の世界をすごく綺麗に映されてるなっていう風に思ったので、ちょいちょいこの紫スポーツのところとかもなのかな、ニュートロレトロな感じがよく出てて気持ちがいいんですよね、すごくね。であとはそのセットの細かさっていうところで非常に一つの街、渋谷っぽい部分を作っていくっていうところ、パルコじゃなくてバルコなのかなっていうその B だったりとか、遊び心もすごく相まっていて、そのあたりの一つ一つのプロップというかセットの作り込みみたいなものが非常に僕は好きですね。なんか懐かしさも覚えるというか、しっかりと自分で、であとはその曲の雰囲気もすごく合ってたので、音楽自体がまずとってもかっこいいところと、メンバーの方たちの結構リップシンクでキメキメだけじゃなくナチュラルにみんなでわちゃわちゃしてるシーンが結構見られたっていうところも非常に抜け感があって見てて楽しいなっていう風に思ったところがありますかね。はい。90年代後半の空気に感動、日本にしかできない世界観を発信してくれて、楽しませてくれて嬉しいです。まさにでも
日本から日本のカルチャーがすごく伝わってくるものでもありましたね。日本で発信されてる昨今のミュージックビデオを全て認知してるわけではないのでちょっとあれなんですけれども、ただそのダンスボーカルっていう、一つの音楽カルチャーにおいてのミュージックビデオとしては結構 BE:FIRST さんたちがやった感ないですか？ Y2K というかこのレトロな雰囲気というか、だけど曲は今というかイケイケというか。衣装についてはどうでしたかっていうこのご質問多いですね。個人的には割とありっちゃありなんじゃないかなと思いつつも、個人的には冒頭部分でも言いましたけれども、とっても見応えがあって、その細かい、散りばめられている遊び心だったりとか、伏線って呼ばれるものだったりとか、光るクリエイティブの部分も多かったなというふうに思うので、非常にこう見飽きないと言いますか、楽しめますよね。すごく音楽もこうノリに乗ってますし、当時のそのカルチャーというか匂いもしてきますし、よくぞあの頃の時代のその香りを包んで今の時代にこう解き放ってるなって思って、であとプラスでメンバーの方たちのそのリップシンクしかり表現と、あとはその過去にタイムスリップじゃないですけど、そのバックした皆さんの雰囲気とか映像に映るっていうこと、アーティストとしての振る舞い方も見ていってめちゃくちゃ感動しています。本当に素晴らしいと。ただ最後に僕がよしこのまま行ってもう一個欲しかったなって思ったのが、一番最後のダンスのパートあるじゃないですか。もう一個シーンが欲しかったんですよ。もう一個その先が欲しかったなっていうのが実は僕の正直な感想です。めちゃくちゃ良かったからこそ、この作り込まれた渋谷の世界のその先の世界っていうものを一つもう一個作り込んでいただけたら多分100点満点だったなって個人的には思ったんですよね。構図で言うとダンスシーン多分全部一緒なんですよ、踊ってる場所で。これはちょっともったいないっていうのが、まずそのミュージックビデオとしてダンスを撮っていく中でのもったいなさの一つなんですけれども、もう一つやっぱり、ワンランク上ですね。この世界とこのお話っていうストーリーっていう軸の消化のさせ方としてレベルが高いね、すごいねっていう、そのワールドクラスの勝手にワールドクラスって思ってるんですけど、そこに行くのがもう一個上のクリエイティブなんですよね。だから当時のオマージュをするとか発想の部分、切り口の部分ではすごく面白いんですけど、もう一個奥があるんですよこれ多分。でそこの作り込みクリエイティブができると多分本当にめちゃめちゃいいものになったんだろうなっていうふうに思います。これはメンバーの方たちはできること 100% やってらっしゃるので、そこじゃないんですよね。クリエイティブ側の多分作る大人の方たちのお話になってくると思うので、そこについてはメンバーの方がどうとか、あとは曲がどうとかダンスがどうとかっていう話の外の話ですね。でそこの先にあるものってじゃあどうやって導いて出していく作っていくのかっていうのが、おそらくこれも多分話つながってくると思うんですよね。BE:FIRST さんたちがどういうストーリーを描いてどういう軸を持ってやっていくのかっていうところに多分これつながってくるお話かなとも思っていて、ちょっと手前で止まっちゃうんですよ。他の過去のミュージックビデオとかもそうなんですけど、一個抜けきる世界っていうところを出すことによって等身大からアーティストであり、そのアーティストだからこそクリエイティブだからこそ到達できる現実の世界を超えたその領域っていうのがあって、そこなんですよ。多分もう一個欲しかったのはそこでそれが来るかなってちょっと思って期待してた部分があったんです僕は。
でそれ待ってたんですけれどもなかったんですよ。最後にもう一つ先を行けたら、もちろん今の段階でも過去の作品からすごい着実にレベルが上がってきてますし、もちろん次の作品でももっともっと上のレベルに行くとは思ってるので、だからこそのこういうのがあるとまたいいよねっていう感じですね。すごくポジティブな意味合いで話してるつもりです僕は。であとはその衣装の部分とかもそうなんですけれども、多分本当にプロフェッショナルに全体のデザインをする人がいるのかなどうかなっていうところはちょっと気になりますね。整合性っていう部分なのかな。これは一貫性みたいなものが、すぐに出てくるわけではもちろんないとは思うんですが、結構こういろんな要素を取り込みながらできること全部こうやっていく感じがあって、行動力とか行動力、アグレッシブさみたいなものはもうバシバシに伝わってくるので、勢いに乗れるグループさんだと思うんですよね。だからこそその1個上に行くところのデザインのコントロールみたいなのがそろそろ必要になってくるかなっていうふうには思って見ているところはあります。そこが例えばスタイリングに現れたりとかで、結構ね多いんですよ。コメントでいただいてるものでも、じゃあ今回スタイリングがちょっとねっていう話も多くて、でその方たちの意見というか気持ちも分からなくはないんですよね。確かになんかその見ている着眼点というか期待値がすごい高い。そうコメントでもある通りすごく期待値が高いんですよ。毎回確実なアートディレクションがメンバーの方たちに施されるかどうかと、曲めちゃくちゃクオリティ高いじゃないですか。ダンスもめちゃくちゃクオリティ高いじゃないですか。本当にトップクラスなんですよ。本当にめちゃくちゃ。音楽もすごいです。音楽もやばいんですよ。ただね、ビジュアルデザインだけがやっぱりその凄さにちょっと合ってないっていう風に感じられてしまう部分は確かにあるんですよ。これだけやっぱりできる方たちだからこそ、ミュージックビデオのその詰めとか、そこってメンバーの方たちがどうっていう話じゃないんですよ。もうそのメンバーの方たちを支えるクリエイティブを作っていく人たちの思考というかアイディアの部分と、なんかその流行ってるから取り入れるだけではダメで、デザインをするってどういうことかっていう、お話なんですけど、僕が思うのは伝えたいこととか物事、言葉で何かこうっていう一つのワードに対してそれをやっぱり見てる人たちに届けるために言葉で文字で説明するのではなく、どういうふうに見てる人たちに感じてもらえるかっていう部分を作る、それがデザインだと思うんですよね。でそこの部分がちょっと薄いんですよ。曲のメッセージ性もすごくあるし、ダンスの意味合いとかもめちゃくちゃやばいですし、踊って歌ってる人たちの、そのアーティストの方たちの伝える力はものすごいあるんですよ。ものすごいです。本当に素晴らしいとしかもう言いようがないですよ。超一級品ですから、それで言うと本当に世界のトップクラスのアーティストの方たちと全然僕は肩を並べられる部分は本当に多いと思う。だからこそそのレベルにやっぱりいち早く持っていってあげた方がいいと思っていて、そこのデザイン力だけが追いついてないなっていう風にやっぱりちょっと思っちゃう部分があるんですよね。そこはメンバーの方たちの努力っていうよりかは、そこの周りの人たちのそれなんですよ。めちゃくちゃやっぱり音楽 IQ だったりとかダンス IQ がべらぼうに高い方たちじゃないですか。だから結構なエキスパートなんですよ。メンバーの方たちのそのエキスパート具合が、いやわかる、この人たちマジでエキスパートだよねっていう風に見た目からデザインしてあげないと、本来 BE:FIRST さんたちが世の中に与えられるそのインパクトだったりとかイメージが7割ぐらいになっちゃってる気がするんですよ。彼らやばいじゃないですか。生で見てもう分かったんですよ。もう彼らはすごいと
BE:FIRST さんたちはやばいと。でそれはSKY-HIさんもおっしゃってる通りすごい。ただすごいって言うだけじゃダメなんですよね。やっぱりいかにそのパッケージングをきれいに、その凄さをビジュアルでちゃんと伝えられるかで、彼らのその強みをどういう風にデザインできるかっていうのが本当にかかってるんですよ。でもう BE:FIRST ちゃんたちはもうやれること 100% やってるだし、社長も多分社長で 100% やれることやってると思うんですよ。あとは本当にデザインですね。これが毎回ちょっとね、ちょっとだけね惜しいのいつもで、そろそろそれが味だよねにしちゃダメなんですよ。ここが多分 BE:FIRST さんたちが本当に世界に行けるかどうかの節目に本当にかかってると思ってて、これはだから何度も言いますよ。メンバーの方たちに対してとか楽曲が歌とかじゃないです。もう何度も言いますが、彼らは最高です彼らは最高です。で応援してるファンの方たちがそれを一番分かってるんですよ。最高です。マジでやばいです。ただそのファンの方たちも分かってるそのヤバさ、知ってるよね、そのヤバさっていうのをビジュアル化するってなるとちょっとね、めちゃめちゃシビアなこと言うともう2個ぐらい上がります。マジでいいスタイリングとセンスで、彼らのこれから進んでいく現場ごとのそのデザインをきっちり固められる人がいたら、マジでコンっていきます。コンって、もう歌もダンスもその人柄も含めて何も心配するものはないんですもん。だって衣装がハイブランドだったらいいんですかっていう話でもないんですよ。ハイブランドだろうが何だろうが合わせ方なんですよね。とかフォントの文字のフォントの感じとかディレクション周り、マジでそうなの。本当にそうなのよ。もうほんとセンスいいってなるやつってみんなセンスいいってやっぱ言うんですよ。なるんですよ。これはマジでいいものはスコーンといくんですよ。でファンの方たちはもう応援してるからわかるんですよね、彼らの良さが。だから彼らの中身にすぐにアクセスできるんですよ。その人柄だったりとか可愛さだったりとか実力にすぐにアクセスできるから、正直ビジュアル今回でもねってなれるとか、そんなに気にならない方もいるかもしれないんですけど、でも冷静に考えていただくと、そのデザインの部分とメンバーの方たち云々っていうのはもう全然別じゃないですか、冷静に考えたら。ってなったらそのデザインに関してはやっぱ言ってった方がいいと思いました。全然メンバーに否定的なことを言うわけでももちろんないですし、歌もダンスもやばいし、それはもうずっと言ってるしみたいな。だからね、ちょっとね、その音楽も最先端でしょ、ダンスも最先端でしょ、で人間性とかもそういうそのメンバーの方たちの努力で伸ばせる部分は全部マックスなの。だからね、せめてもうちょっとこうおしゃれにしてあげてほしい感はあるかなと。あとはその BE:FIRST っていうチームをどういう風に見せていきたいのかっていうのをもうちょっと考えた方がいいと思いました。もうちょっと。それがミュージックビデオの突き抜けなかった部分につながるかなっていう風に思うので、まずはすごい手っ取り早いことを言うならば、ミュージックビデオのラストのダンスシーンをもう一個上の、世界に持っていくことですね。そのセットは何であれ、ブンブンバックっていう曲の到達点の1個先ぐらいのものを表現する力が欲しいです。で、じゃあそれってどうやるのって言ったら、やっぱりその BE:FIRST っていうチームをもっと噛み砕いて読み取ることかなっていう風に思いましたね。いい意味で荒削りなんですけど、荒削りなこととそこに到達できないことは別なんですよ。荒削りでももう一個思考を BE:FIRST っていうチームを掘り下げることによって到達する部分であると思ってて、でこの掘り下げをして何かにこうチャレンジして、それが見た時にやったんだ、でもちょっと違ってねとかでも全然いいんですよ。違ってもどんどんこう掘り進んでいけば到達する部分だと思ってて、そこの深掘りっていうものをもうちょっとした方がいいよなって思うんですよね。深掘りの部分ですね。解釈というかチームの解釈ですね。
楽曲とかダンスじゃないです。楽曲もダンスもメンバーの目指してるその方向性とか、それこそドームとかすごいその目に見える形、あとはその具体的なビジョン、どういう規模になりたいとかっていうのはもちろんめちゃくちゃ伝わるんですよ。でトップを取るっていう、この国取るぞと、まずはこの国取るぞ、めちゃくちゃわかるんですよね。でそういうんじゃない部分ですね、もっともっと概念の部分で BE:FIRST っていうところをもうちょっといけると、多分ね見る人が見たらね分かるんですよね。こういうのって、ここが足りないねって多分言えるんですよ。僕はその道のプロじゃないんで感じてることしか言えないんですけど、ただいろいろこう見てる中で他のグループさんと見てて、やっぱりちょっと一個足りない部分がそこですね。 BE:FIRST さんたちの突き抜けが欲しい部分に多分ちょっとなってくると思うんですよ。曲もいいしダンスも歌もめっちゃいいんだけどっていう風なのがちょっと一個ね、今年そこが抜けたら次のステップに行けると思います。 BE:FIRST さんたちもちろんドームにでやるとかドームツアーができるとか、その規模感は全然いけると思います。もうその実力も全然ありますし、なんならもう早く世界に行ってコーチュラーでやってきてくださいってなります。なる。だからこそそこの固めが1個欲しいんだよなというふうに思うんですよね。でそういうところの細かいお話で、例えばじゃあスタイリングにってなった時にスタイリングのお話にもつながってくるっていうところなんですけど、スタイリングじゃあお金かけてなんかおしゃれっぽくすればいいかっていうと多分そうではないんですよね。その服を着る意味、その色である意味、毎回テーマがやっぱりあって、でなんでそのテーマがその曲と合うのかっていうところまでやっぱり多分本来は考えていかないといけないよなっていうところなのよね。だからそこができる人が入れたら多分すごい強いだろうなっていうふうに思うんですよね。みんなの良さがもうちょっとよく伝わるものがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あえて言うならば個人的には見てとにかくもう BE:FIRST の皆さんの目標だったりとか描いてること、ビジョンっていうものにめちゃめちゃこう賛同してる部分もありますし、スカイハイさんのその目指したい世界みたいなものは本当に僕はもう早く見たいっていう気持ちがあるので、ダンクとかも超楽しかったですし、熱烈に応援してるからこそのもうそこです。そこだけなんですよね。何度も言うんですけど。だし、これを別に言う分には僕はいやだからこそ言おうかなっていうふうに思ってる部分もちょっとあるので今お話ししてるっていうところです。すごく皆さんの活動が好きだからこそっていうところですかね。今回のブンブンバックもすごく良かったなっていうふうにはまず思ってます。まずすごくいいなっていうふうには思ってます。だからこそのプラスアルファの部分で僕が個人的に感じたところっていうのがまさにこういうお話かなっていうところですかね。もう一回言いますけど、トータルで言ったらめちゃくちゃいいなって思って大好きってなってますし、めっちゃ聞いてますし、めっちゃ見てブンブンしてますしやべえってなってるんですけれどもっていう感じでございます。総じて本当に素晴らしいと思いますよ、ミュージックビデオはマジで。だからこそね、プラスアルファのなんかお話をねもう一つするならばっていうお話です。ああだこうだ言いたい人たちが今喋ってるっていうだけですから、別にそういうのが嫌な人は別にそういうのは別になくてもいいですし、そういう話を聞いたからといって絶対そうなんだっていうわけでもないですし、そういう人もいるんだなで終わりですからね。いろんな人がいていろんな意見があってっていう風に思うという、もう僕のこの話すらそういうこともあるよねで片付けてください。その程度でございますか。そういうのをねみんなでこうねど真面目にこうやって話して配信してるんですからね、平和よね平和よねっていうところでございますかね。ということでミュージックビデオねまた回しの方に、行きましょう。皆さん1位を目指しましょうというところでお疲れ様でございました。ありがとうございました。高評価ボタンもお願いします。